一人の男が飲み屋街をうつむいて歩いていた。この香り、なんだろう。男が辺りを見渡すと、路地の裏に洋風の館が見えた。あの建物から香ってるような、なんかの店なのかな。男は香りに誘われるように路地へ入っていき、館のドアに手をかけた。どうも、今いいですか？ハオス・デ・アリーベにようこそ。どうぞ、おかけになってください。男は占い師に促されるまま、向かいの椅子に座った。この館を訪れる方は、皆悩みを抱えておられます。あなたもそうなのでしょう？どうでしょう？私に話してみては。男はしばらくためらっていたが、やがて語り始めた。俺、佐藤昭夫って言います。今30です。熱血高校のサッカー部の監督をしています。そうなのですね。占い師は先を促すようにゆっくりとうなずいた。はい、元は俺もそこの OB で、恩師が監督を引退するときに俺を推薦してくれたんです。俺自身が恩師から教えてもらったように部員たちを厳しく指導してました。そうしたら部員たちもしっかりついてきてくれて、全国大会を狙えるレベルまで成長してきたんです。それが半年前。おらケンジどうした？もう疲れたのか？そんなんで冬の国立行けると思ってんのか？エイタマーク緩いんだよ。もっと厳しく行け、厳しく。昭夫は部員たちの動きが激しくなったのを見て満足そうにうなずいた。よし、そうだ。こら、まさき、当たりフィジカルで負けんな。まさき、早く立て。タラタラすんな。昭夫は少しムッとしつつも倒れているまさきのところに駆け寄った。まさきは倒れたまま膝を抱えてとても痛がっていた。おい、まさき、どうした？膝が痛いのか？倒れたままのまさきは普通に声も出ずうなずくだけだった。よし、とりあえずタクシーで病院行くぞ。今日は練習終了だ。翌日の放課後、昭夫は校長室に呼び出された。佐藤監督、怪我は困りますよ。申し訳ありません。正樹くんの親御さんからも抗議の電話がありましてね。私も平謝りで大変でしたよ。熱血指導も結構ですがね、近頃はコンプライアンスだとか SNS だとかでいろいろうるさいですからね。くれぐれも慎重にお願いしますよ。はい、以後気をつけます。この度は本当に申し訳ございませんでした。2度目はありませんからね。じゃあもういいですよ。失礼します。出て行けというように手を振る校長に、昭夫はもう一度頭を下げて校長室を後にした。さすがに今日は練習休みにしたけど、誰か来てるだろうか。昭夫がドアに手を伸ばそうとした時、ドアの横の少し開いた窓から声が聞こえてきた。まさきの LINE 見た？ああ、見た。またサッカーできるかどうかわかんねえって医者が言ってるってな。あいつマジでプロ目指してたからかわいそうだよな。だよな。これってさ、結局オーバーワークが原因だろ。だったらさ、まさきの怪我って監督の責任じゃね？選手の怪我は指導者の責任ってネットに書いてあったしよ。科学トレーニングの時代にさ、なんか精神論入ってるだろ、監督って。そう、俺も思ってた。監督古いよな。まさきって結構この地区じゃ有名選手だったし、監督責任取らされて辞めさせられるんかな。さあ、わかんねえけど、どっちでもいいや。俺も。昭夫は部員の本音にショックを受け、そのまま立ち去った。校長先生の温情でクビにはならずに済んだんですが、俺、みんなを全国に連れて行こうと燃えてたし、みんなも俺を信じてついてきてくれてると思って、これが俺の天職だって思うくらい充実してたんです。だから、その時のあいつらの言葉がすごいショックで、俺、もうみんなをどう指導したらいいかわかんなくなって、そうしたら練習試合も公式戦も全然勝てなくなって、勝たせたい思いと怪我をさせたらいけないという思いに挟まれて、指導がうまくできないんです。俺、部員のみんなに裏切られていたのかな。いや、まさきの将来を潰してしまった俺が裏切ったのかな。占い師さん、俺、どうしたらいいですかね。Haus der Liebe。それがあなたの悩みなのですね。わかりました。あなたにはこれを差し上げましょう。占い師は太陽のペンダントトップがついたネックレスを昭夫に渡した。太陽は不思議なほどキラキラと金色に輝いていた。さあ、つけてみてください。なんだか不思議な感覚です。自信が湧いてきて、なんだってやれる気がしてきました。占い師さん、ありがとうございます。そのネックレスは片時も外してはいけませんよ。わかりました。では失礼します。本当にありがとうございました。昭夫は来た時とは全く違うしっかりとした足取りで館から出て行った。お前は自信を手に入れたようだが、その先に栄光は訪れるのだろうか。じっくり見せてもらおう。やる気がないならやる意味ないんだぞ。最近監督元に戻っちゃったな。
だな、なんか前より自信満々でさ、怖えよな。そこの二人、無駄口叩くな。いいかお前ら、目標は全国大会出場なんだぞ。一つ一つの練習も考えてやれ。秋夫が自信を取り戻してから半年、厳しい練習の成果でチームは地方大会で優勝し、冬の全国大会出場を決めた。いやー、佐藤監督、今回はご苦労様でした。全国大会出場おめでとうございます。ありがとうございます。本校の名誉ですから、全国大会もぜひ頑張っていただきたい。はい、もちろんです。全国レベルは甘くないのは十分承知していますが、出場するからには本気で優勝を狙っていこうと思っています。なはは、そうですか。頼もしいですな。しかしですな、監督。くれぐれもまた問題になることのないように頼みますよ。もちろんです。任せてください。またってなんだ？まあいいか。では、これから練習なので失礼します。お前ら、さっきの練習はなんだ？ダラダラしやがって。何のためにやってんだよ、お前らはよ。大会優勝が目標じゃないのか。だったらもっときちっとやれや。はい、すいません。よし、練習再開。まさきの膝を壊したくせに。なあ、けどしょうがねえよ。監督に逆らったら試合に出してもらえないだろ。試合に出られなかったらプロのスカウトとか大学のスポーツ推薦とかどうにもなんねえし、言うこと聞いとくしかねえよ。まあそうだな、我慢するしかないよな。こうしていよいよ全国大会1回戦を迎えた。立てます空いてるだろ。なんで蹴らない？何やってんだよケンジ。上がれ。何やってんだお前ら。情けねえな。すいません。俺が言ったことなんでやらねえんだ。いい加減にしろ。エイタ、さっきの失点はお前のミスだ。この下手くそがやめちまえ。下手くそってなんだよ。お前こそまさきの将来潰しといて偉そうにしてんじゃねえ。俺らはお前の道具じゃねえんだよ。何を？エイタ、やめとけ。なあ、試合中だ。激怒する秋夫の胸ぐらをエイタが掴む。険悪な雰囲気の中でエイタが部員たちによって引き離されると同時に秋夫の首からネックレスが引きちぎられた。地面に落ちたネックレスに興奮状態の秋夫は気づかなかった。エイタ、お前はもう出さん。ベンチに引っ込んどけ。それから他の奴ら優勝を目指してんだろう。後半もっと走れ。ガンガン当たれ。いいな。はい。走れ。そこ当たり通すな。試合中の選手の怪我がツイッターで取り上げられた。そこから秋夫のハーフタイムの怒鳴り声やエイタとの乱闘寸前の動画が投稿され炎上した。佐藤監督、とんでもないことをしでかしてくれましたな。二度と怪我をさせるなと言っておいたはずだ。しかも試合中に選手と乱闘など信じられん。一体何を考えているのかね。はい、申し訳ございません。朝から匿名の苦情の電話が何本もかかってきてるんだと。ブラック部活なんて言われて本校のイメージは台無しだ。責任を取って辞任したまえ。はい、本当にご迷惑をおかけして申し訳ありません。信じられない。俺どうかしてた。まさきもうサッカーができないって部活をやめてあんなに落ち込んでたのに、俺あんなに後悔したじゃないか。なのにありえない。なんで同じこと繰り返してるんだ俺。ありえない。秋夫よ、お前は自信を失うことを恐れ、自分の愚かさに見て見ぬふりをした。そして勝利という栄光だけに執着し、自分の欲を彼らに押し付けた。監督と部員の関係もまたチームプレー。お前はスタンドプレーをし、一人でゲームをしたに過ぎない。彼らのことを考え、真剣に向き合えていたなら、皆は一丸となってお前が目指す輝く未来を一緒に歩んでくれただろうに。太陽は無条件に降り注ぎ、命を育む。すべてを失い、過ちに気づいた今のお前なら、いつか誰かに慈しみを与え、未来を導き照らす太陽になれるかもしれぬ。ゼロからの人生をやり直すがいい。そして、何度失敗しても立ち上がれ。日ごと昇る太陽のように。